ミルトンチャンネルです。今日はエコフローさんからポータブル電源のサンプルをお借りできたので、東京の夜景の綺麗な場所で車中泊をしてきました。その伺った先がこちら。今回はお借りしたデルタ2と電子レンジを使って東京湾の夜景を見ながら調理したのですが、24時間900円の駐車料金だけでゴミ箱も完備された無料のバーベキュー場も堪能できて、かなりテンション上がりました。今回はエコフローさんからデルタ2をお借りしました。内容物はデルタ2本体、 AC 充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、 DC5521、 DC5525 ケーブル、そして取扱説明書と製品保証書になっています。こちらのバッテリーのサイズは横40センチ、縦約22センチ、高さ28センチと細長くスリムな印象です。デルタ2のバッテリー容量は 1024Wh、 重さは 12kg なので片手で持つにはちょっと厳しいですが、両手で持つ分には問題なく持つことができます。出入力ポートを細かくチェックしていきます。まず入力は真ん中に AC 入力、こちらは 100V から 120V、 60Hz、10A の AC 入力電圧になっていて、エクストリーム充電で最大 1100W、 10A で充電できるようになっています。この充電電力はポータブル電源でも最大クラスで最も速い充電をすることができるようになっています。次に左隣のソーラーチャージャー、シガーソケット、 DC 充電ポート、こちらは XT60 ケーブルを使って接続するようになっていて、ソーラー充電の場合 11V から 60V、 15A、 最大 500W、 シガーソケット入力の場合 12V、 24V 対応で規定値は 8A になっています。次に一番右側、こちらは充電過負荷保護ユニットになっていて、充電中に不具合が出た際にこのようにボタンが押せるようになっています。次に出力ポートも見ていきます。こちらはこの真ん中の部分に AC 出力が合計6ポートついていて、 6V、 50Hz と 60Hz の切り替えで合計 1500W、 サージ 2250W の純制限波が使えるようになっています。またこの AC 出力ポートはエコフロー独自の X ブースト機能を使うと電化製品の定格電力が最大 1900W まで使えるようになります。 1900W はかなり大電力で、ドライヤーが約 1100W、 電子レンジも最大でも 1300W 程度しかありませんので、ほとんどの家電がこのデルタ2で使えるようになります。次に DC 出力も見ていきます。この部分はシガーソケット出力になっていて、このシガーソケットの出力は 12.6V、 10A、 最大 126W まで出力できるようになっています。私のよく使っている FF ヒーターは 100W 程度ですので問題なくこれも使えると思います。次に DC5521 出力、こちらは 12V、 3A までの電力が取れるようになっています。次に液晶ディスプレイ側もチェックしていきます。液晶ディスプレイは上がインプットのワット数、下が出力のワット数になっていて、細かくチェックすることが可能です。またバッテリーの残量も 1% 単位で分かるようになっているので、これも好感が持てる設計になっていると思います。次に液晶パネル下のこの部分、これは Bluetooth 接続インジケーターになっていて、スマホやタブレットでエコフローのアプリをインストールすると自動的にこのようにつながるようになっていて、デルタ2を追加してみます。このようにアプリとの接続が Bluetooth で完了すると、詳細なデータがアプリの中で見れるようになります。ちなみにこの歯車マークを押すと、このデルタ2の設定を細かくいじれるようになっていて、この X ブースト機能で 1900W までの電化製品を使えるようになったり、システム待機や画面待機、AC 出力待機時間を細かく変更して節電をすることも可能です。またこれが私が最もエコフローが気に入っている理由なんですが、この AC 充電スピードが変えられること。これは最大 1200W から200W まで充電のワット数を変更できるようになっていて、以前の動画でもお伝えしたんですが、私の車で走行充電をすることも可能になります。
これはシガーソケットでの充電が約 100W 程度でしか発電しないのに対し、インバーターを使って走行充電をすると 300W まで充電のワット数を稼ぐことができます。これはエコフロー独自の機能で、以前使わせていただいたリバー2、リバー2プロ、そして今回使っているデルタ2、これらの製品は全て充電の管理ができるので、車中泊中でも車の走行のみで他社製品より約3倍の充電を稼ぐこともできます。私はこのエコフロー独自の機能がとても気に入っています。次に USB の出力も細かくチェックしていきます。 USB 出力はタイプ A 端子が2つ、こちらは 5V2.4A、 各ポート最大 12W までの充電が可能になります。次に USB タイプ A 急速充電、こちらは 5V2.4A、 9V2A、 そして 12V1.5A、 各ポート最大 18W まで出力が可能になっています。そしてタイプ C 出力が 100W のものが2箇所ついています。このタイプ C が 100W2 箇所ついていることによってパソコンのパワーデリバリー機能も使えるので、パソコンへの充電がこのポートだけでも可能になります。そしてバッテリーの側面部分にはこのようにエクストラバッテリーポートが備わっていて、このポートからバッテリーを拡張して電力を増やすことによって真冬の暖房や真夏のポータブルクーラー等にも利用することができるようになります。このエコフローデルタ2のバッテリーセルは最も安全性が高いと言われているリン酸鉄リチウムイオンセルが使われていて、使用サイクルはバッテリー容量が 80% に低下するまで3000サイクル以上あります。 AC 充電を使って実際どのぐらいの速度で充電されるかチェックしてみます。現在バッテリーの残量は 1% しかありませんので、どのぐらいの時間で満充電になるか計測します。バッテリーの充電開始から約2分後、充電のワット数が約 1200W 近くまで上がりました。これは私が使った中でも最大の充電電力です。充電中の音量がそこそこ大きいのでデシベル計でチェックしてみます。約70デシベル弱、高速道路を運転中の車内のような音量です。充電開始から36分が経過しました。バッテリーの残量は 61% まで溜まりました。触ってみた感じ、それほど熱くなっていないのですが、念のためサーモグラフィーカメラでチェックしてみます。バッテリーの排熱口は一番熱いところでも35度程度、本体上部の部分も測ってみます。一番熱いところでも35度程度なので、発熱に関しては問題なさそうです。この電源ケーブルのみ少し暖かくなっているのですが、それでも40度程度なので発熱に関しては全く問題ないと思います。はい、充電開始から52分後、バッテリーの残量が 86% まで増えました。85% 増えると充電の電力が 600W まで減っています。充電開始から1時間16分55秒、バッテリーの充電が 100% まで溜まりました。今回は 1% から 100% にするまで1時間16分なので、これはかなり早いと言えます。車中泊でデルタ2に高出力で充電するために、車のバッテリーにインバーターを仕込みます。ポータブル電源の充電に使うのは大橋産業の純正限波 400W インバーターです。こちらはプラス極とマイナス極にそれぞれケーブルを仕込んであり、プラス極の部分にはもともと 30A のフューズ付きのケーブルを仕込んでいます。このインバーターでは 400W までの充電が可能になっているので、ポータブル電源の充電も 400W まででしたら充電できるようになっています。私の車は走行充電器で最大 500W まで、アベレージでも 350W ほど充電しても何の問題もありませんので、 400W のインバーターを使って充電をしていきたいと思います。このインバーターの設置はとても簡単で、このプラスとマイナスのケーブルを助手席の下にあるこのバッテリーのプラス極とマイナス極にケーブルを仕込んでいくだけです。この純正限波インバーターのケーブルはこの座席下のこのゴムのクニクニしたところから仕込みます。まず座面をこのように倒し、そうするとこの部分に隙間ができますので、この隙間の部分からケーブルを通していきます。このようにケーブルを引き込みました。安全のためにこのプラス極とマイナス極のバッテリーがつながっているケーブルをまず一旦全て外します。外し方の手順はマイナス極から外して、その後にプラス極を外していきます。
ではマイナス極を外します。マイナス極が外れました。続いてこのプラス極を外していきます。でこの作業、本来は軍手ですとかそういったものでも構わないそうなので、手袋をつけて作業した方がいいそうです。次にこの取り外したプラス極のこのナットの部分に先ほど引き込んだプラス極のケーブルを接続していきます。丸型端子をこの部分にかまし、ナットで蓋をするようなイメージです。丸型端子の穴が大きめのものを使っているんですが、もう少し小さくてジャストサイズのものを使われた方が本来は安全です。上から蓋をしていきます。仮止めできたら再度このプラス極につないでいきます。プラス極を締め上げていきます。がっちり止まるまで固定してください。はい、次にマイナス極にも同様に接続をしていきます。このナットで蓋をするようなイメージです。ある程度仮止まったらマイナス極にこの端子をつけていきます。このバッテリーに接続する際にたまにパチッといったりするので、このようなゴム製の手袋をつけていただいてもよろしいかと思います。パチって言いましたね。火花は見えなかったんですけど、パチって言いました。ではこの部分もボルトできっちり固定していきます。はい、これで動くこともないので完了です。このプラス極にしてもマイナス極にしても、バッテリーからこの端子が外れることがないようきっちり締め上げてください。たまに定期点検でこういったところをネジが緩んでないかっていうのをチェックしていただくとよろしいかと思います。こういったところのネジが緩んだことによって火花が散ったり、あとはエンジンが停止したりすることもありますので、こういったところはきっちり定期点検で締め上げることをお勧めします。実は私、このボルトの緩みで車のエンジンがかからなくなったことがあり、とても困りましたので、バッテリーのボルトは緩まないようにきっちり締め上げてください。でこのように取り付けたインバーターなんですけれども、今これは電源がオフになっている状態なんですが、電源をオンにするときは必ず車のエンジンを回している状態でオンにするようにしてください。でないとこのままオンにしたままの状態で放置してしまうと、車が必ずバッテリー上がりを起こしますので、そういった点はご注意ください。今日はこの電子レンジをエコフローのデルタ2で動かして車中泊をしてみたいと思います。今回は東京お台場まで車で5分の暁ふ頭公園で車中泊をします。東京は車中泊できる場所がとても少ないのですが、この場所は24時間900円の料金で夜景も堪能できる珍しい公園になっています。はい、今回はこのように電子レンジを横置きセッティングしました。この電子レンジをたくさん使ってみたくて、冷蔵庫の中が冷凍食品三昧になってまして、今これもう冷凍庫がマイナスの状態なんですけれども、この電源を AC ケーブルから取ってエコフローデルタ2からこの部分から電源を取りたいと思います。バッテリーの残量は 100% です。この部分で AC 電源をオンにすると冷蔵庫が駆動を始めました。今マイナス4度になっています。もう少し冷やしてキンキンの状態の冷凍庫を保っていたいと思います。バッテリーの消費量は現在 29W 消費しています。ただいまの時刻0時4分。車内の気温は 16.5 度。気温16度で若干肌寒いので FF ヒーターをつけることにします。このシガーソケットの電源もエコフローのデルタ2から取りたいと思います。シガーソケットのボタンを押します。通電しました。 FF ヒーターの電源を入れます。今日の夕食は6種の具材の牛プルコギキンパと冷凍の菜の花をいただきたいと思います。でこのエコフローデルタ2の現在の消費ワット数は 59W で、バッテリー残量が 96% になっています。でこのデルタ2自体が X ブースト機能というのを、これをオンにすることによって最大 1900W まで電力を使えますので、この電子レンジは最大でも1300、アベレージで 1100W ぐらいしか電力を食いませんので、問題なく動くと思います。なので動かしてみます。ちなみに以前はこの電子レンジを固
こちら側向きで使っていたんですけれども、横置きにしたら使えるんじゃないかというふうに視聴者の方からご指摘いただいて、横置きにしてみたらめちゃめちゃいい感じで使えることが分かったんで、今後は電子レンジを使うときはこのセッティングで使おうと思います。足はこのように問題なく指1本分ぐらいスペースがあって置けてますので、全く問題ありません。では温めをスタートします。問題なく動き始めました。バッテリーの消費ワット数は1140ワットですね。結構電力を食っています。続いてこのプルコギのキンパもいただいてみたいと思います。1分ほどで菜の花が温まりました。うわー、いい感じですね。熱々です。すごくいい感じです。電子レンジは調理が早いので、それもすごくいいですね。1分ほどで菜の花が温まってくれました。さすがにちょっと量が多くてこんなには食べきれないので、とりあえず3つぐらいにしときます。ではキンパも温めていきます。電子レンジを温めます。はい、こちらも1分ほどで温めが完了しました。お、いい感じですね。電子レンジと冷凍食品を使うメリットは、電力は多少食いますが料理の時間がとにかく短いというのがメリットですね。今日はサンガリアの強炭酸水を飲みます。いただきます。冷凍だったんで全然期待してなかったんですけど、あっさりな感じのキンパでとても美味しいです。普通キンパはこの海苔の表面に油がすごくついているんですけども、このキンパはごま油がそれほど使われていないようで、とてもあっさりしています。ごちそうさまでした。現在の時刻1時15分。車内の気温は 23.5 度、湿度 62%。FF ヒーターのおかげでめっちゃあったかいです。現在のデルタ2のバッテリー消費量は 66W。バッテリー残量は 82% です。朝まで FF ヒーターをつけてても全く問題ないんですけれども、このままつけてるとおそらく気温がどんどん上がっていって30度を超えますので、寝る時には消したいと思います。暁不登公園は暁というだけに朝日がとても綺麗でした。時刻は9時35分。車内の気温は 24.4 度、湿度 76%。外はこんな感じですごく晴れてて気持ちいい天気です。デルタ2のバッテリーの残量は 32% まで減りました。現在冷蔵庫とこの上の照明をつけているので 51W 消費しています。昨夜は Apple Watch ですとか iPad の充電、そして携帯の充電もしたので、そこそこバッテリー残量が減った印象です。朝ごはんを作ります。朝は冷凍のフルーツミックスとホットケーキを、これも冷凍のものなんですけども、こちらをいただきたいと思います。有機豆乳もいただきます。解凍します。デルタ2の解凍中のワット数は 1100W。 これも1分程度で解凍できるのでかなり早いです。シャーベットのような感じで解凍できました。1分ほどでホットケーキができました。熱々で美味しそうです。
ちそうさまでした。食器を片付け終えたら暁不当公園を散策してみます。この公園は釣りもできるようになっていて、無料のバーベキュー場も併設されています。縦に細長い公園ですが、ゴミ箱も設置されていて使いやすい公園だなと感じました。無料のバーベキュースペースでコーヒーを沸かして飲んでみます。水はプロテインシェーカーに入れて持ち運んでみました。ガスバーナーに使うのは外の ST320。 ダイソーのアルミの風よけを入れても 1.5 号のメスティンの中にぴったり収まるので、とても気に入って何年も使っています。この ST320 の燃料はカセットガス。カセットガスはホームセンターだけでなくコンビニやスーパーでも手に入るので、燃料切れの心配がありません。私はこの ST320 を車で使うことはないのですが、コンパクトで取り回しが良いので、災害対策としていつも車に常備しています。ST320 の収納はとても簡単で、慣れると1分以内に片付けがすべて完了します。はい、エコフローデルタ2のバッテリー残量は 21% まで減りました。ずっと冷蔵庫を 50W 弱で動かしているので、この程度かなとは思うんですけれども、今回はこのデルタ2の充電に純正のシガーソケットを使うと 100W 程度しか発電しないので、こちらの AC ケーブルとこの車のバッテリーに仕込んだ 400W 制限範インバーターを使ってこのデルタ2に充電をさせてみたいと思います。それにあたってこのデルタ2の設定をいじる必要があって、現在 AC 充電スピードが 1200W になってますので、ここまでやってしまうとこのインバーターのヒューズが 30A のヒューズしか入っていないので、確実にヒューズが落ちます。なのでこれを 300W まで下げて使いたいと思います。 300W に下がりましたので、これで充電をさせてみたいと思います。はい、では車のエンジンをかけて充電をさせてみます。エンジンがかかりましたので、インバーターの電源を入れてみます。これで今充電されている状態になっています。現在 310W 前後で充電がされています。これから1時間ほど運転する予定ですので、1時間でどのぐらい充電がたまるか検証します。はい、充電開始から1時間1分、エコフローデルタ2の充電が 47% まで回復しました。21% からの開始でしたので、かなり早い方だと思います。車のエンジンを切る前にインバーターの電源を切ります。ちょうど1時間程度で 27% 溜まった計算になります。これでしたらデルタ21台でも車中泊で連泊することが可能かもしれません。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。